磨きってもうほぼなんですかね、終わりがないっていうか、終わりはなんかどこでもうゴーサインみたいな、これで OK みたいなのは。いただいてる価格分の終わりっていうのは設定してるんだけども、自分の中の本気の終わりっていうとどこが終わりなんだが自分で今は分かってなくて。それはブレンディさんもどんぐらいですか今フレームビルディングやるようになって？今13年目です。すごい。13年目でも、まだ磨きをどこで終わらしていいか悩んでるというか、やってるうちにどんどん技術が上がってって、昔は全身全霊の仕上げをしてたわけで、それでも、今思うと、今より全然クオリティが落ちてるけど、どんどんこうやっぱり自分アマチュアじゃなくてプロだから、時間制限もあって。いただいてる価格でこれぐらいの時間で終わらせなきゃいけないっていうのが当然あって、一生待たせるわけにはいかないですもんね。そんなことしてたら工房運営もできなくなっちゃうから、だからいただいてる工賃ちょっと超過したぐらいで止めさせてもらって、そこが一番さりげない仕上げでもあって、あんまりなんか作品じみた工芸品とかそこまでの領域になっちゃうと、なんか自分の求めるビルドともちょっと変わってくるから、道具としてなんか仕立てのいい感じのとこで終わらしたいなっていうのもあって、あんまりなんか綺麗すぎると扱いに困っちゃうでしょ。確かにそうですね。確かにね、なんか止めるときにめちゃくちゃ気使わなきゃいけない自転車とか、なんかそういうのもあんまり好きじゃないし。なんか床の間バイクみたいになっちゃうと俺自身がちょっと寂しいんであれそれはこれは機械でちょっとすげえ怖くない怖いですか？怖くない、全然怖くない。手元へばったらじゃあもう棒やすりと紙やすりとそれって感じですか？の繰り返し。これとベルトサンダーとじゃあ磨きの工具だけでめちゃくちゃあるって感じですか？工具だけめちゃくちゃあるですね。そっか、それ全部こっちも場所によって全部使うしうわどこどうやって磨くかで全部ヤスリ変えなきゃいけないから。そうっすよね。この部分はこのヤスリが使いやすいとかあるし、ここまで磨くとこっちが使いやすいとかもあるし、今はこれでもここまで来るとこっちみたいな、口でうまく言えないけど自分の中でなんか順序と感覚とか順番とかになりますね。説明もできないけど、もうフレーム作るってなってもう本当この作業がもう一番時間かかる。時間はかかるです。ただ俺は神経は使わないです。なんか根気だけ。ただもうずっと見ての通りこれを延々と繰り返してる感じなんで、すげえ地味だし、フレームビルダーってなんかみんなトーチ持って火吹いてるイメージだと思うけど、僕もそんなイメージです。あの作業一瞬で終わっちゃうんでちょっとあればっかりやってるなんかイメージ持ためるとちょっと違うかなっていう。ローズ系ビルダーさんは大体この仕上げ作業がほとんどだと思うから。そうですよね。ティグ溶接の人だとねもっと仕上げいらないから、この作業はほとんどないと思うけど。それでティグだとちょっと時間が早まる。時間は早まるけど多分あっちの方が精度は必要なんじゃないかな。なるほど。精度というか下ごしらえが大変かなとは思う。あれも設備も変わってきますもんね。設備がもうちょっとだけ、溶接機がちょっと変わるぐらいで、俺は古き良きローズ系が大好きだからあんまりティグやるつもりはないけど。もちろんそのなんですかね、フレームによると思うんですけど、その、磨きの作業ってね平均1台どんぐらいやるんですか？どんぐらいだろう。もう丸1日かかるとかですか？丸1日じゃ済まないです、うちのは。
すいません。これもまあ接客やりながらだけど、は研磨に入って3営業日目、い。3営業日。すげえ。接客とか結構入っちゃうともっと時間かかっちゃったりもするから、一日じゃ終わんないっすね。かかりっきりでもやっても多分かかりっきりでできることがほとんどないけど、やっぱ BB 周りとかヘッドチューブ周りが一番大変ですか？大変なのはこっち。こっちだ。単純に手間なのはこっち。俺が神経使うのはこっちです。仕上げで。ああ、なるほど。ヘッドが一番なんか綺麗に見せなきゃいけないけど、ヤスリが届きやすいから一番手間はかかんないです。ここも大変。あ、まあ確かに。なんか大変なとこからやってってる感じ。あ、そう。なるほど。後の方になってくると心が折れてくるから。本当に地味だし、なんかずっと、なんだろう、自転車屋さんでいうと延々とホイール組みしてるようなあんな感覚に近いかもしれない。まあけどそれの100倍しんどそうですよね。あれもなんか厳密に言うと終わりがないような感覚ある。そうですよね。どこかで、でもやっぱ自転車屋さんとしてはここまで触れとったら終わりっていうのは普段やってると思うから、だからそれと似てる。そこに置き換えると分かりやすいかもしれない。本気出してたら本当いつまでたっても終わんねえし、その分ね、なんかお題出してくれんならやるけどでもまあね、そこまでやんなくてもある程度の綺麗さは出てると思うから、それで十分かなと。妥協してるわけじゃなく、まあそうですね、それはもちろん。俺も見入っちゃいますね。もう本当ずっと見てても本当ちょっとずつの変化しかないと思うけどちょっと慣れてきたでしょ、こっちとこっちで。本当だ。でもまだこの辺も甘いし、ヤスリかかってないし。これ甘いんですか？これはここがデコボコしてて甘いから今ここかけてんだけど。あとこの辺も光の光沢が揃ってないから。光の光沢。極力こうシュッとこう、なんかラッパみたいな光沢が出ないと塗装後に本当出ちゃうから。俺はなんかヤスリ目整えてるっていうより曲面作ってるような感じなんで。正直ちょっともう分かんないですね。このレベルから言われればって感じですけど、でもずっと見てるとなるほどって分かってくる。こういうことかっつって、間近で見てると仕上がってくるのが多分分かるから。でなんかパイプ削ってるようにも見えるけど、ヤスリ目ついてるだけでなんか力抜けてなんかパイプは削ってないような感覚あるんで、そこがちょっと難しかったりするけど、ロー付け部分だけ削って、それってロー付けの段階でなんかあれですか、もう磨くときにちょっとあれしやすいようにもうイメージしながら、なんか火入れるときにもヤスリ入れること考えながら入れてる。それはまあロー付けの基本でもあるし。そうなんだ。なんか素人考えだとそのロー付けはそんなにって言い方あれだけど、磨きのことを意識せずにつけてそこを磨いていくんかなと思ったけど。もちろんね、必要な強度を出す、しっかりくっつけるっていうのがもう第一に来るけど、ある程度技術が積まれてくると、やっぱりそれだけだとダメだし、綺麗なロー付けすると後が楽になってくるんで。なるほど。すげえな。下手だとピンホールって言ってブチブチ穴が開いてたりもするから。なんかあるっすよね。なんかたまにロー付けフレームであると思うけど。そうっすよね。あれは本当結構、そうっすよね。なんか、ちょっと完全になくすのは難しいし、
ちょっと名の通るてるブランドとかでもあるしね。あるっすあるっすね、できちゃうのはちょっとしょうがないところはあって、はい、俺も1本のフレームで完全になくすのってかなりもう不可能に近いぐらい難しいんだけど、だそれを検品している作業でもあって、だ削ってるようで外観整えてもいるし、すげえ細かな検品もしてるような感じなんで、ここでまあ大きいピンホールドがあったら、まあちょっと火入れ直しちゃったり、部分的にもして、あんまりまあない方がいいけど、そうですよね。だピンホールがないように、あとヤスリの仕上げをやりやすくするためにとか考えながら火入れてて、だいぶ減らせるようにはなってきたけど、やっぱりもうパーフェクトなロー付けなんかね、俺ごときじゃできないから、極力まあ納得できるレベルに持っていくっていう感じで、マジでこれあれですね、気づいたら日暮れてるとかですよね。いや本当そうそうそう、夜とかやるとね、なんかシャッター閉めながらたまにやってるけど、気がつくと夜中3時みたいなのあったりするし、なんかあるある、なんかそのさっきのホイール組に例えてくれましたけど、あるあるですけど、例えば今日はよしこれで完璧だと思って一回寝るじゃないですか、家帰って、で次行って続きやろうってなった時に、あれちょっともうちょっとできるなみたいなのあります？しょっちゅうですマジでそうっすよね、そうなるとマジで、でうち検品してくれる人がいないから、塗装に預けるまでに最低3日置いてるんで、やっぱり火変えて、ここ甘いなってもう一回見るのってすごい大事で、なるほど、完成した時ってなんか人間安堵しちゃって、もう細かいとこ見れてないから、あと朝の方が元気ですもんね、でも一旦完成して終わりすぐ塗装出しちゃおうだと、やっぱりちょっと若干完成度が甘かったりするところがあるんで、いや、検品やってくれる人がいないから、そこだけこう自分でね、目線変えてやっていかないと。今日俺これ検品してって言われてもマジであれですよ、もうざるだと思います。いや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 見方教えればちゃんとできる、ね、作った人じゃないと黒森フレームの細部の見方って分かんないだけで、まあそうっすよね、けど確かに左と右で、そうそう、全然ここは機械で当てただけでまだ曲面が甘くって、確かにこんぐらいになってくると、そう、機械研磨だけじゃやっぱりどうにもいかないことがほとんどで、確かにそれセンター台座のブリッジなかったとしても普通ブリッジが入るんですもんね。そしたらやっぱまあ俺ブリッジ入れないことが多いけど、フェンダーつけたりとかセンタースタンドブリッジ入れたりとかでなければ、うちのフレームはブリッジ入ってないことかなり多い。曲面がちゃんとできてないと、またこうやって機械からやり直し、こうやって歪んでたから今こう、ヤスリ目だけ整えて見えても塗装すると一気に出てきちゃうから。機械を入れちゃうとまた荒れるから、もう一回やり直してでヤスリ入れると光沢が出てきて、光が曲面どうなってるか教えてくれるから、それを見逃さずペーパー当てたりするともっと見えてきたりするから。ダメだまだ。うわ、すげえ。
全然違う。本当もうちょっとした差ではあるけど、ね、高いお題いただくっていうのはやっぱり一個一個に責任伴ってくるから。ね、もうある程度以上綺麗にっていうとやっぱりもう楽な方法なんかないしそうっすね、こればっかしはもうなんか根気しかないんで、そうっすね、そういったことにね、削らずともいけるロー付けなんかしてみたいもんだけど、なかなかそんなもんできるわけでもない。あ、すごい、あ、これがそうですね、もうブレンディさんは目が入るんですよ。これはもうじゃあどの最後、最後、ああなるほど、本当に最後、ありがとうございました。